大きさにかかわらずやっぱり私たちはなんかその建築があることで、なんかこう例えばいろんな問題の解決だったりとか、なんか新しい価値観が生まれるといいなっていうふうに思っていて、なのでその今までの既存の在り方を少しこう疑いながら、本来あるべき姿ってどんなんだろうねみたいな感じでいつも設計を進めることが多くて、そういう意味ではなんか大きさの違いとかはあんまりないんですよね。いつもそういう気持ちで全てに取り組んでるって感じ。アートプロジェクトであってもやっぱりそれがあることによって周りがどんなふうに変わるのかなとか、そういうその単体でこうものとして見るというよりはなんかこう関係性をどう生んでいくんだろうっていう一つのそのなんか何かこれから起こるもののきっかけとして建築がどうあるべきかみたいなことを考えるっていう意味ではアートも結構似たような形で、これがこういうこの場所にあるとどういう効果があってどう人が関わっていくのかなみたいなことをいつも考えています。一番最初によく作るのが手乗り模型って言ってるんですけど、手に乗るぐらいの小さな模型を作って、なんかこうどういう方向性の建物にしていくかこう確認するんですけれども、そのぐらいのスケールの小さなものであってもある程度そこでその建築的なこう構成だとか考え方がこう見えてくる。あの辺とかにもこう手に乗りそうなぐらいの模型があると思うんですけど、ああいうので一回簡単に作れるんで見て構成確認して、この方向は結構面白そうだねみたいなのを確認していくみたいな感じ。そういうこう強さを持った提案っていうのが最終的にこう生き残っていく感じがあって、その段階でいい悪いをある程度ジャッジしながら、すごいたくさん作るんですけど、建築倉庫に預けてるのってもう最終模型なんで、もうその前に捨ててる模型は山ほどあって、それはもう自分たちでこう覗くだけのものだったり部分模型みたいなものもありますし、それこそ1分の1模型で椅子とか階段の部分だけを作るとかもありますし、なんかそういうのをこう感覚的に自分の中で確かめながらこうものを作っていくっていう感じ。手乗り模型ってわけにいかないんですけど、内装の場合はやっぱりスケールがどんどんアップして中にこうちょっと没入感を持てるぐらい大きくするんですけど、玉川高島屋もだからこうネックレスの部分を糸で作って先端をなんかビーズでこうスタッフが頑張って作ってこう何列かやって、こんな感じだねみたいなのやっぱりこう揺れ感とかもなんか CG だと分からなかったりするんで、感覚的につかむためにそういうのを使ったり、ディテールは結構ものによるんですけど、もう最初の提案の段階から素材とディテールがある程度決めてかかる時もあります。すごい大事なところはですけど、最初にこういうものを作りたいって言って提案して、でも実際それを作る段になった時に実現可能なのかっていうことがいつもすごいなかなか難しいところで、例えばその提案したものの先で作れないってなるとかなり問題だし、やっぱりうちでやってる建物とかプロジェクトって大体すごいタイトなんですね。なのでもう後戻りが効かなくなっちゃうんで、結構最初の段階で提案した時は、裏を取っとくというか、これはある程度実現可能性があるぞとかっていうのを一番気になる部分だけは深めておいて、でやってることって多分すごい特殊なことも多いので、それができないとなったらもうこの提案全てが可能性がなくなってしまうみたいなぐらい結構こうチャレンジングな内容が多いんですね。で玉川高島屋も一つ一つあれ全部オリジナルで器具を作って全て実験して、この線がピンとなる重さを何キロの何グラムの重りをつけると一番綺麗なのかとか、あと揺れの動作確認と、あとは挙動で動いた時にどっかぶつかって壊れないかの試験と、あと荷重試験とか全部クリアしたものなんですよ
でもああいう提案を出すってことは、まあ、それをある意味ロジカルにちゃんとクリアできているっていう必要があるって。そうですね、あそこの場合は最初にその台形の土地が与えられて、でそこにじゃあどんな形で置くと角地にありながら両方の角度からうまく見えるかねみたいなことで、じゃあこの角度に振ろうってなってから、まあ、そこからなんか幾何学で考えてた方がいいなみたいな、平面ですけどね。でファサードももともと幾何学でやろうと思ってたんですね。それはもう最初からパターンを使おうと思ってたんです、文化っていうことの表現として。なのでファサードがパターンでいくなら、もう平面構成もパターンで、その幾何学っていうことを徹底的にやっていこうかっていうことで、幾何学ってなると今度は比率の問題なので、黄金比でいくか白銀比っていう日本の比率でいくかみたいなことで言えば、日本館なんだから白銀比だよねみたいなこととかなんか徐々に徐々に深めていくっていう感じで、あとはプランニングの時に偏西風ってこの土地にはどちらからどちらに流れる風が吹いてるっていうのは年間のデータを見れば分かるので、どうも大体海側から吹いてくるんですけど、こっちから風が吹いてきそうだな、そうしたらここに水盤があってこっちに半屋外があれば、ちょうど大体風の流れる方向に、風下に水があって奥に半外部があるっていう位置関係が生まれるなみたいなのを、一つ一つなんか確かめながらやっていくと最初はスケッチとかなんですけど、あれ多分最初本当にもうめちゃくちゃタイトに案作ったんで 2,3 週間で案作ってるんですよね。今言ったようなことをギュギュッと結構 2,3 週間で一気に作っちゃうんで、何から始めにって分かんないぐらいの感じ同時並行ですね。やっぱり建築って形だけの問題じゃないので、常に自然とっていうかその環境とどういうふうにあるかとか、人とどうあるかとか、視線の向きとどうあるかっていうのは、なんとなく同時に考えてるから、チェック機構みたいなのがいくつかあって、でその先でやっぱりコストの問題もあるんで、最も効率的に作れそうかとか、あとドバイの場合は職人さんのレベルが分からなかったんです。日本の場合はこれ難しいからあの人に作ってもらおうって思えるんですけど、それが分かんなかったんで、誰でもできるシステムの方がいいなと思ってシステムを選んだっていう。多分空間認識と実際のリアルな空間って少しズレが起きることがあると思うんですよね。で私たちが空間作る時にそういうちょっとしたズレも使いながら限られた空間に奥行き感を生んだりとか、広がりを感じるようにしたりとか、そういうのはできるかなと思っていて、で特に丘のある家みたいな限られて細長い場所だけど広がりを感じるとか、外から見えないんで閉じた感じにはなるんですけど、でも中から見ると外側にすごく広がって見えるとか、そういう感覚のズレみたいなことも考えていくと面白いなと思って、物理的なものと実際の私たちの感覚っていうのがちょっと違うんじゃないかっていうのは、私結構建築の中に現象みたいなものを入れてるんですけど、例えば昔やったファサードでルイ・ヴィトンのファサードとかは偏光板を使ってちょっと工学的な効果みたいなものを作り出していて、でもそれって本当にものがあるように見えるんですけど、ルーバーみたいに。でもそれは実際は幻影なんですが、人が見るとそれにあるように感じるみたいな、その微妙なズレみたいな中に私たちが普段暮らしているなんていうか秩序ある世界の隣にもうちょっと違うもう一つのパラレルワールド的に流れているもう一つの時間みたいな、そういうものをそういうズレの中にちょっと不思議な感覚を感じて、それを感じた時にちょっと豊かさというか精神的豊かさが生まれるんじゃないかみたいな、そういう感覚で、私たちどうしても建築っていうと物理的なものを扱いながら物理的空間を作ると思われてるんですけれども、もうちょっとそうじゃない少し
そこからはみ出していく周りのなんか感覚的な世界みたいなものを取り込んでいくと建築がもうちょっと豊かに感じるんじゃないかなみたいなことをなんか考えながらやって、確かに模型で確認できるその形の操作みたいなものの他にやっぱりそういうちょっと現象的なことを入れようとするともうちょっとこう違うところからのアイデアが必要で、そういうのはなんか割と日々こうちょっとアンテナを張りながらなんかこういう現象って面白いなと思って、なんかいつか使えたらいいかもなとかっていつもなんかちょっと考えながらこう物事を見てるんですけれども、事象みたいなもので、そういう時のスタディっていうのはもうなんか1分の1のなんかこういう素材を使うと光がどんな風に変わるのかなみたいな、なんかそこに特化した実験器具みたいなのを作って確認したりとかして、それをこうそういういわゆる形操作の中にどう入れたらいいんだろうみたいなのをこう組み合わせていくみたいな。そうですね、なんか実験模型みたいな、なんか科学実験模型みたいなのがあったりしますやっぱりこう実物の器具の広がりとか感覚的につかむだけのものなんですけど、もうちょっとこう本当に設計が進んでくると1分の1モックアップみたいなものを、お金をかけて作ってあらゆる実験をそこでして、じゃあ器具はこれだね、素材はこれだねっていうのを全部決めていくっていう。うちのスタッフも身体的に確認が必要な部分っていうのは分かってるので、大きなプロッターがあるんですけど、もうとにかく1回1分の1で打ち出してみようみたいな。で本当に正しい位置に正しいものがあるかとかそういうのを全部1回出して確認してってるとか、だから1分の1の図面を出してみるみたいな感じを結構よくやってます。どうしてもやっぱり今 CAD 上でいくらでもこうスケール変えながら描いてるんですよね。こう拡大したり縮小したりしながら。そうするとそのなんか身体スケールとこうちょっとずれていっちゃうので、そこは結構危険だなと思って、やっぱり1分の1できちんと確認をして全て決めていくっていうのは結構徹底している。担当によって模型でとにかくスタディしたいことを CG である程度スタディしてとか、それもだからちょっと VR 確認してくださいって言われたらこう VR で見て、こう眼鏡をつけて歩いて感覚的に見て、でなんかこっから何か見えるかなって、一応環境を少し作ってもらってるんで隣のビルが見えちゃうんじゃないかとか、あっちから覗けんじゃないかみたいなのもそれで全部確認できるんで、実際ここから見るとこの高さのものって見えちゃうんだねとか、あそこにベランダあったよねこれ見えちゃうんじゃないとか、あとは日の光とかもシミュレーションできるんで、結構日入ってきて眩しそうだね、じゃあここにオーニングをかけようかみたいなのも全部スタディできるんで、そういう意味では本当にすごくスタディしやすくなりましたね。VR で確認できるっていうのはもう体験と部分でしかないので、もうちょっと全体をこう把握しながら一つの形としてまとめ上げるときに全体把握っていう意味でやっぱり模型がすごい大事で、なんかその模型によってなんかこうその建築のありようみたいな、その基本的なスタンスみたいなのはある程度決めて、でこう部分スタディを VR でやるっていう感じです。で昔はだからそこを1分の1模型とかでやってたんですけど、それはなかなかなんか時間もかかってしまうので、それが VR である程度確認でき、しかもこう周りとの環境の中で決定できるっていうのはやっぱりすごい精度が上がったなと思って、だからこう全体の形決めるとかコンセプト決めるっていう時には模型がやっぱりこう重要かなと思って、未来ってどうなるのかなみたいな、そういうこうちょっと未来予想しながら作ることになるんですけれども、でもある意味私が今こうなっててほしい未来をある意味こう作れるとすれば、一つのこう正解かわからないんですけど、私からの提案として未来ってこうでもいいんじゃないみたいなのをこう提案するっていうのは
やっぱりなんか今生きている自分の役割として大切なのかなと思って、特になんか子供が生まれて子供が大人になった時の未来ってどんななんだろうってなんかちょっとこう不安もあったりとかしている中で、私がこの仕事をしてるっていうのは、ある意味その子供たちがこれから過ごす未来に少しでもなんかこう影響して良くなる方向に行ったらいいなみたいなことが大元の原点にはやっぱりあって、そういうことをこう一つ一つのプロジェクトで、今までの規制の在り方を少し疑いながら、もうちょっとでもここを良くすればそんなに大げさじゃないけど未来がちょっとだけ変わるかもみたいなことをなんかこう建築で提案できたらいいなと思って。